ビードロヤーンのシリーズ最後になります。残った糸ですね。ビードロヤーンの方が 42g 残っています。それからくるりもこのぐらい残っていて、もう一玉追加で用意していますね。針は10号を使います。では指に糸を巻いて輪を作ります。二重に糸を巻くと糸端を引いた時に糸が絡まって引っ張れないので一重でやっていきます。ではここから糸を引き出して鎖1目細編みを編みます。輪の中に細編みを6目編み入れます。6目編んだら糸端を引いて輪を引き締めます。そして最初の細編みに引き抜きます。1段目細編み6目編みました。2段目です。2段目はすべての目に増し目をして細編み12目編みます。鎖1目で立ち上がって根元に細編みを2目編みます。もしこれ最初の目が分かりにくくなるようでしたらマーカーをつけておくといいと思います。では続けて増し目で編んでいきます。細編み12目編みました。12目編んだら最初の目に引き抜きます。3段目は長編み3目の扇形を編んでいきます。鎖1目で立ち上がって根元に細編みをします。目印にマーカーを入れておきます。次の目は長編みを3目編み入れます。隣の目に細編みです。隣の目は長編み3目です。次の目に細編みです。ではこれを繰り返し編みます。ここまで編んだら最初の細編みに引き抜きます。3段目が編めました。次の段は長編み5目になります。まずは鎖編み3目で立ち上がって根元に長編みを2目編み入れます。ここは戻ってきて長編みを2目編んで合計5目にします。では下の段長編み3目の真ん中の目に細編みです。次の細編みですね。ここです。次の細編みに長編みを5目編み入れます。長編み5目編んだら下の段の長編み3目の真ん中の目に細編みをします。ではこれを繰り返して編んでいきます。ここまで編んだら立ち上がりの鎖3目と長編み2目編んであるところですね。ここに長編みを2目編んで合計5目にして最初の立ち上がりの鎖3目のところに引き抜きます。次の段も長編み5目の扇形です。鎖1目で立ち上がって根元に細編みをします。次の細編みのところに長編みを5目編みます。長編み5目の真ん中の目に細編みをします。次の細編みに長編み5目です。という形で繰り返し編んでいきます。1周編んできたら最初の細編みですね。ここに引き抜きます。
次の段は長編み斜めの扇形を編みます。まず鎖編み3目で立ち上がって、根元に長編みを3目編みます。ここは戻ってきて長編み3目編んで合計7目にしますね。下の段の長編み5目の真ん中の目に細編みです。次の細編みに長編みを7目編み入れます。下の段の長編み5目の真ん中の目に細編みです。ではこれを繰り返します。編み終わりのところです。立ち上がりの鎖3目と長編みが3目入っていますので、長編みを3目編んで合計7目にします。立ち上がりの鎖3目のところに引き抜きます。次の段は長々編み7目で編みます。鎖1目編んで根元に細編みです。この細編みのところに長々編みを7目編み入れます。長々編み7目編みました。下の段の長編み7目の真ん中の目に細編みをします。では長々編み7目細編みを繰り返し編んでいきます。ここまで来たら最初の細編みに引き抜きます。ではこの後は長々編み7目の扇形で6段編み進めていきます。長々編み7目の扇形を7段編みました。糸を切って糸始末をして完成となります。糸始末を終えてこれで完成です。